皆さんこんにちは、窓の汗です。本日はですね、こちらのヘルズネザーのね、分解方法と元に戻し方、そしてね、スコーピオスピアの下半身はつけられるのか、他にもね、いろいろ気になることがあるので、分解後のパーツを見ながらね、話していこうと思います。早速いきますね。それでは分解していくんですけど、その前にですね、準備があるのでやっていきますね。まず最初にピットはね、取っておいてください。そしたら今ねローモードになっているんですけど、ハイモードで行うようにします。理由はですね、普通にこの青い部分がね取りにくいからっていう理由です。それではねやりますね。いつもあまり詳しく説明していないんですけど、ネジ頭が脆いので、ちゃんと回すときはこのね横にっていうイメージじゃなくて、このね縦にこう力強く押してでその上で回すっていうのがね、非常にいいと思います。ではね分解できたのでこちらね取っていきます。そしたら今ねこんな風になっているんですけど、こちらねまっすぐ押し出してもらって取れますね。でこちらを取っていくんですけど、結構ね硬いので頑張って取りましょう。取れましたね。はい、分解することができましたね。パーツはねこの4つのパーツと、あとネジがね3つあります。ではねこちらから見ていきますね。ではまずですねこちらオレンジのねヘルズネザーの顔に当たる部分ですね。表向きはこんな感じで、裏向きはねこのようになってます。横を見ていただくとねこのようになっていて、でランチャーのね入れるところに穴がね3つあります。こちらもしかしたらね進化するんじゃないかなって思ってます。理由はですね、去年ですねエンペラーマイトデッキセットがあって、でそのねエンペラーマイトのパーツをねペルソナのベイに組み合わせることでねカスタムラインをパワーアップすることができたっていう風になっていたんですけど、こちらですね3つ穴がありまして、これね正直ある意味がよくわからないんですよ。特にねこの組み合わせてもここがね飛び出してくるとか、そういうなんか邪魔になっちゃうから穴開きましたっていう感じはしなくて、個人的にはこのヘルズネザーくん両回転になるんじゃないかなって勝手に思ってます。理由はですねやっぱりユニークラインエクスパンドということで、ラチェットとブレードが一体化したブレードになっててね、ビットが抜けるのみのねバーストになってて、これなら左回転にしても特に何も問題ないんじゃないかなって思ってます。こちらの後でまた見るんですけど、左回転にしてもねドランブレイブみたいになんかすごいとんがってるのが当たってくるとかじゃないので、両回転くるんじゃないかなって思ってます。次に紹介するのはこちらね、この白いパーツですね。今回のヘルズネザーのギミックである高さ変更にね非常に重要な役割を担ってますね。こちらのこの白い3つの出っ張りがね、このメタルというかねこの部分のパーツと接触することでねこのように固定されたり、あとねここに思いっきり押すことでこの中のねこのダンパー形状によって内側にねこの白いパーツが逃げるので、その間にねガコンっていってローモードになったりもねしますね。いつかね削れてしまってハイモードができなくなっちゃうんじゃないかっていうね心配あるんですけど、こちらの素材ねPOM というね摩擦の少ないかつ硬い素材でできているのでね壊れにくいとは思います。そもそもね高さチェンジするときにこちらのねバンパー形状によって内側に逃げるようになっているので、多分大丈夫なんじゃないかなと思います。続いてこちらメタルブレードですね。先ほど両回転になるって言ったんですけど、まずね右回転だと下がいなしバー、右が攻撃バーってなってて、もしね左回転が来たらこのね
下の先稲芝だったのがちょっとねこの斜めになってて、このスマッシュっぽいね下に押し付けるような感じの刃になりますね。上は変わらず攻撃力のね高そうな感じのアタック刃になっていて、左回転にしても危ない感じがしないので来るんじゃないかなって来てほしいですね。バードくんね主人公じゃなくて準主人公的な感じなんですけど、紅衆覚えていますか？紅衆は青いバルトのねいつも隣でライバルっていう風に、ね、いたんですけど、そちらのシュウ君はゴッドからになるんですけど、レジェンドスプリガンっていう両回転ベイを使い始めて、それ以降ずっとねスプリガンレクイエムとかワールドスプリガンとかバースの終わりまでねずっと両回転ベイ使ってて、その考えで言ったらスプリガンオマージュの方で両回転ベイも来てほしいんですけど、バードくんのねこの使っているこのヘルズネザーくんも両回転になってくれたら非常に嬉しいとね自分は勝手に思っております。そして最後ね下のパーツですね。こちらの特に説明することはないんですけど固定する部分になっててですね、この裏のへこんでるところがこの白いねパーツとはまるよっていう、そういった感じになってますね。それでは最後にこちらね紹介していきます。まずねこちらこの向きだとこのようになってます。でね中身の部分はこうなってますね。このね白いこのへこみはねこの白いパーツのこのダンパー部分ですね、こちらにはめるためのものとねなっております。そして皆さんがね一番気になってるであろうねクローディ・ワルキューレの時にもね使ったんですけど、こちらのスコーピオスピアねこのヘルズネザーの頭につけられるのかっていう話なんですけど、一見するとどちらもねなんか同じような位置に見えるんですけど、重ねるとですねクローディ・ワルキューレの時はちょっと狭かっただけなので大丈夫だったんですけど、こちらですねこのヘルズネザーに関してはもう完全に位置がねずれているので今回は難しそうですね。すみませんでした。今から組み立てていこうと思うんですけど、パッと見ねこれ向き全部一緒じゃんって思っちゃうかもしれませんがちゃんと向きがあるのでねもし今から組み立てるよって人は一緒にやっていきましょう。まず最初、ヘルズネザー、こちら全部同じように見えて、実はねこのヘルズネザーのこの右下部分だけ、こちら分かりますか？ここにねここの部分だけ2つ出っ張りがついてて、このね白いパーツの見ていただくとこちらですねここもねこの2つ出っ張っているところがあるので、まずはこちらを合わせていきますね。かなりね硬い感じがするんですけど、しっかりねまっすぐ押してもらってくっつけましょう。はい、くっつきましたね。できました。そしたらですねまたここにね注目していただいて、今度はこのねメタルブレード部分ですね、こちらね内側のデコボコを見てもらって、ここの部分だけ少しね広くなっているんですけど、先ほど見せたこちらのね2つの出っ張りとねこの隙間、ここが向き的に合っているので向きをちゃんと確認してもらって、上にねカチッてなるまでねはめていきますね。はい、はまりました。こちらもねちゃんと向きがあるので、この内側の出っ張りとねこの出っ張りと、あとネジがね合うようにつけます。ちゃんとネジで止めるときはねまっすぐにしてね押すように止めていきます。途中で滑ってしまったらねちょっとずつこのネジ頭がね削れてしまうので、ちゃんと力を入れる方向は垂直に、そしてまっすぐでね押してください。はい、戻りました。一応ねローモードにできるか確認しますね。ハイモードも確認します。はい、大丈夫そうですね。こちらもうね分解してやってしまったので大会にはね出られないんですけど、この分解映像がね少しでも役に立てばいいんじゃないかなと
思っております。もしね、分解してほしいものがあれば、こんなね、ネジじゃないものは無理なんですけど、ネジ関連だったらできるので、よかったらね、チャンネル登録と高評価をして、コメントで教えてください。お願いします。ではね、以上で終わるので、よかったら高評価、そしてチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。